はい、ようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は幸せを呼ぶ言霊の使い方ということで、影褒めのテクニックについてお話をしようと思います。前回ね、言霊についてのお話をしましたね。その中で呪いと祝いということに対してお話をしましたね。例えば、言葉でね、自分のことをネガティブに縛ってしまう人がいますね。私なんてダメな人間だとかね、何をやってもダメだとか、そういった言葉で自分のことを縛ってしまうのは、これは呪いと一緒だよ、ね、その呪いを祝いに変えてごらん、ね、きっとうまくいくとかね、ネガティブな言葉で自分のことを縛るのではなくて、ポジティブな言葉で自分を縛ることによって呪いが祝いに変わるんだよって話を前回しました。でもしね、その動画まだ見てない人がいたら、もしかしたらそっちの動画先に見た方が今回の動画は分かりやすいかもしれませんから、でここのね、矢印のところに、説明欄の中にね、その動画のリンクを貼っておきますから、もし、よかったらそっちの方の動画先にちょっと見てみてください。で今日はね、その応用編になります、影褒めなんですけれども、まあね、呪いっていうとね、皆さんそうマジカルなもの、おどろおどろしいものを想像するかもしれませんけれども、呪いっていうのはね、何もそんな特別なものじゃなくて、日常生活の中でも形を変えていろんなところに潜んでいるんですよ。分かりやすい例で言うと、それがね、陰口なんだよね。陰口ってその本人のいないところでその人のことを悪く言うでしょ。だから人の見ていないところでこっそりとその人のことを悪い言葉で定義し、縛り、それを拡散する、これってね、構造的に呪いと一緒なんですよ。それをやるとね、耳に入ってくるとね、その人もすごく心を痛むし、それに関わった人みんなが嫌な気持ちになる。これ呪いと一緒だよね。じゃあこの間の動画じゃないけれども、この呪いを祝いに変えればいいんだよね。裏でネガティブな情報を拡散するのではなくて、裏でポジティブな情報を拡散すればいい。それは何かっていうと、これが影褒めなんだよね。裏で人のことを褒めてあげる、評価してあげる、人の見ていないところでその人のことを褒めてあげる、これが影褒めなんですね。例えば、ご家庭で言えばね、自分の子供とかにね、ママの料理美味しいね、パパはねママの料理が大好きなんだよなんてことをね、子供に言って、そしたらその子供がね、ママ、パパがねママの料理いつも美味しいって言ってたよなんて言ったら、お母さんやる気出るよね、嬉しいよね。職場で言ったらどうだろうね。例えば、誰々部長が、ね、あなたのことを評価してるよ、あなたのこといつも頑張ってるって言ってるよって言ったら、この社員だってやる気が出るよね。で、誰々課長のことを何々さんが尊敬してるって言ってましたよって言ったら、ああそうか、ね、私のことをそのふうに思ってくれるのかと思って、この上司もやる気が出るかもしれない。でまたもう一つの効力として、例えば面と向かって人のことを褒めるのってね、なかなか気恥ずかしかったりもするし、言われた側もね、もしかしたら、これはなんかね、お世辞を言ってるんじゃないかなとかね、本当はそんなこと思ってないけれども気に入られようとしてこんなこと言ってるのかなんて、もしかしたら勘ぐる人もいるかもしれないけれども、でも影褒めみたいな形で自分がいないところで自分のことを評価してくれている、その情報が巡り巡って自分の耳に入ってくると、これってね、すごく説得力があるし、信憑性が増すんだよね。だから余計嬉しいわけ。でこの情報、いい情報を伝えた人みんながいい気分になる。陰口って言われた側も苦しいし、あとね、またね、それをね伝えるアホな人がいるでしょ。何々さんがね、あなたのこと嫌いって言ってたよとかね、誰々さんがね、あなたの服のセンスって最悪だって言ってたよとか、そんなの本人に伝える必要ないじゃないね。黙っときゃいいわけで、これはね、陰口っていうのは言った側もね、伝えた側も同罪ね。そんなものをね、伝える必要ないので、とにかくこうした形で影褒めっていうのはネガティブなエネルギーをポジティブに変えていく力があります。ただ家庭でやれば家庭の雰囲気がどんどんと良くなっていくし、職場でやれば職場の雰囲気がどんどんと良くなり、学校でも一緒ですね。人間関係がどんどんと良くなっていく。だからネガティブな陰口のようなもので、つまらないエネルギーを回すんじゃなくて、影褒めのようにポジティブなエネルギーが回るような、そういうふうな努力をねするといいですね。あともしなんかね、人のことをネガティブなことを言う人、陰口が好きな人、ゴシップが好きな人、噂話が好きな人、そういったのはどんなところにでもいます。
でもし自分がその場にいたらね、なるべく逃げた方がいい。そして陰で人のことを助けてあげた方がいいね。でもしもう一歩進めるのであれば、ね、誰か悪いこと言ってたらその場でフォローしてあげる。そうかな、あの人でも頑張ってるよとかね、でもし自分が誰かにこう陰口を言われてたりね、誰々さんがねあなたのこと嫌いって言ってたよなんてもし誰かに言われたらね、カチンとくるでしょ、苦しいでしょ。でもそこで言い返すんじゃなくて、ね、これはすごく修行がいる、ね、努力がいる、練習がいることかもしれないけども、それでぐっとちょっと我慢して、そうそれは残念、でも私はあの人のこと嫌いじゃないよとかね、そのネガティブなエネルギーをポジティブなエネルギーで返すことができたら、もうあなたは本当に一流です。それができる人ってね、どんどん周りに協力者が生まれてくるから、だってさ、どっちがだって人間として上だと思う？陰口を言うね。で陰口を伝えたにもかかわらず、ね、ニコニコとして、あ、そっか、僕嫌われちゃったか、でも僕は嫌いじゃないよ。こういう人ってね、すごく魅力的だもんね。そういう人間ってね、どんどん周りにお友達が寄ってくるし、協力者が集まってくる。だってね、そういった人ってね、温かいし優しいし、そういった人の周りにっていうのはね、どんどんってね、豊かになってくるんですよね。で人生が豊かになってくる。陰口を言う人っていうのは誰からも信用されない。だんだん人が遠ざかっていく。だって一緒にいて面白くないもんね。そういった形でね、人生というものはポジティブなエネルギーを発揮するか、それともネガティブな言葉を発揮するか、そういったものによってどんどんと変わってくるので、今日のこのテクニック、影褒めのテクニック、これもすぐできるでしょ。だからやってみてください。きっと効果が出ます。1日2日でね、すぐに効果が出るかどうかわからないけれども、これね、継続することによって本当に、空気が変わってくるので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今日は以上にします。また次の動画で会いましょう。さよなら。